はいどうも、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。ホタテっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、というまして、本日の食材がこちら。ホタテっていうことでね、市場で買ってまいりました。新鮮な池ホタテ。以前セカンドチャンネルで、ホタテのなんか漬け丼みたいなやつを作ったんですけど、その動画がね、すごく好評で、そしてね、すごく美味しかったんですよ。なので、あれをもうちょっと改良して今回作っていきたいなと思います。で今回丼に使うのは貝柱のみ。紐と肝は、煮付けにして食べようかな。そしたら、まずこちらのホタテ。多分ね、10枚以上あると思うんですよ。1、15枚入ってましたね。でね、これ買いました。ホタテを剥く用の器具。これがあれば簡単にホタテが剥けちゃいます。どうやって使うかというとね、まず、こう見た時に平べったい方と丸っこい方があります。で、この平べったい方、こっち側からこの器具を使って、紐の裏に通して貝柱を外します。めっちゃ簡単に剥がれるんですよ。しかも、全然無駄がない。めちゃめちゃ綺麗。うわ、このホタテめちゃめちゃ貝柱太いわ。すっげえうまそう。で、この状態になったら、今日は貝柱だけ使うんで、紐を取っちゃいます。こういう感じね。んで、貝柱だけ残りました。で、残ったらこっち側も、はい。こんな感じ。うまそう。もう一回いきますよ。こっち側から貝柱を外して、開いて、肝を外す。はい。肝が外れましたと。肝が外れたら次は貝柱を。はい、こんな感じ。ちょっとごめんなさいね、鼻声で。季節の変わり目でね、完全に体壊した。皆さんも気をつけてくださいね。でもね、今日はホタテのユッケ丼、栄養のあるものを食べて、一瞬で治したいと。僕は風邪なんて魚介食えば治りますんで。すげえな。全部当たりだな。外れが一個もない。でね、ホタテを買うときは、こうやってできるだけ口ががっちり閉じてるやつの方がいいですよ。口がパカーって開いてて、こう触っても閉じないようなやつ。そういうのはね、できるだけ避けた方がいい。基本ですね。で、この器具使ってホタテ剥くとめちゃめちゃ面白い。超気持ちいい。いくよ。ほら、もう一撃だもん。ホタテの加工場とかも、この器具使ってるとこ多いらしいですよ。それ効率いいもんな、これ。はい、このように剥けました。こっちが紐と肝。で、こっちが貝柱。美しいですね。そしたらこの貝柱を少しだけ昆布で締めます。紐は塩もみして、このように綺麗にしました。で、貝柱なんですけど、3つぐらい。これお刺身で食べようかな。で、あとのを昆布締めして、漬け丼にしていきます。昆布もね、完全に戻すんじゃなくて、若干乾いてるぐらいの昆布使用します。ホタテが水分が多いのでね。こういう風に並べていきます。こういう感じでね。そしたら軽く日本酒をぬりぬりして挟みます。で、サランラップで巻いていきます。これで1時間ほど冷蔵庫で寝かします。よし、そしたら切っていきます。今日はこの貝殻に盛り付けていきますね。で、ホタテの貝柱なんですけど、大まかに2種類切り方があります。歯応えを残したいんだったら、繊維に逆らわずに切っていく。で、滑らかな口どけが好きな方は、繊維に逆らって切っていく。僕どっちも好きなんですけど、今日は2種類切っていきますね。で、貝柱のこの先端の白いところ、硬いところはこれ取ります。ここも美味しいです。でも刺身にした時に、こう突っかかっちゃうんで、これは切っちゃいますね。この段階で取り外します。こういう感じね。じゃあまず繊維に逆らって切っていきますね。こういう感じ。こうですね。で今日はバラを作っていきます。ホタテのバラはめちゃめちゃ綺麗です。このぐらいに薄くスライスしたら、こういう風に重ねていきます。あんまり厚くスライスするとバラにした時に見栄えが悪いので、だいたい2ミリぐらいですね。2、3ミリ。
そしたら、こっち側から、最初に置いた方からくる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 っと回していきます。ちょっと難しいんですけどね、コツがいります。で、トンと立てる。はい、これで、ホタテのバラの完成。で、こっち側繊維に習って切っていきます。で、周りに置いていきます。で、余った切れ端をここに置いて、白いところもここに置いて、で、先ほど作ったバラをここにカコンとはめて、いい感じにこう広げていきます。で、大葉とかがあるとね、本当はいいんですけど、ちょっと大葉がないので、今日はすだちをちょこんと挟んで、はい、こちら、ホタテのお刺身の完成。では、干物煮付けを作っていきます。お鍋に日本酒、みりん、で、アルコールがある程度飛んだら、そこに薄口醤油を少し。で、そこにきれいに掃除したホタテの貝ひもと肝を入れていきます。で、これでじっくり煮込んだら完成。はい、では、1日経過してしまいました。うっかりうっかり。さあ、いい感じに昆布風味はついてますかね。お、うん。軽く締まってますね。で、水分が結構出てます。いい感じじゃないでしょうか。そしたらこれをぶつ切りにしていきます。本当は1個丸ごとでもいいんですけど、ちょっと大きいので、2つ、4等分ぐらいしますか。このぐらいの大きさ。本当に肉厚だな、このホタテ。この3つは1個のままいきますか。そしたら、タレを作っていきます。タレといってもわさび醤油です。わさびをちょっと多めに入れます。このぐらい。で、そこにお醤油を加えます。しっかりわさびを溶かしていきます。はい、こんな感じ。そしたらホタテの中に加えて、あえていきます。そしたら、ほかほかのご飯の上に、先ほどわさび醤油漬けした昆布締めホタテを乗せていきます。今日は白米なんですけど、酢飯とかでも美味しいと思いますよ。コツとしてはご飯が見えなくなるように、ホタテを乗せる。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。これが干物煮付け。で、これがお刺身。で、これが漬け丼。1個ね、焼きも作ることにしました。固形燃料に火をつけて、で、置くと。で、お酒と醤油を混ぜたものを、ちょこっと垂らしてと。よし、じゃあこれを焼きながら、じゃあまずはこの貝ひもからいただきます。このホタテさ、こう、肝の部分、下びらみたいな部分がめちゃくちゃちっちゃいんですよね、これ。その分貝柱が大きいっていう最高のホタテ。これじゃあいただきます。うまい。シャッキシャキで噛めば噛むほど旨味が出てきますね。そしたら次はこちら、お刺身いただきます。じゃあこの花びらのところ、ここら辺を2枚ぐらい醤油につけていただきます。うまっ。口の中で溶けますね。最高。じゃあ次はこの繊維に逆らわずに切った方、こっちいただきます。こっちの方はね、歯ごたえがあって、うまいな。俺こっちの方が好きかもしんない。同じ貝とは思えないぐらい、切り方で味が変わりますね。そうこう言ってるうちに、焼きがいい感じになってきました。ここにバターを1かけ。じゃあバターが溶けたら、汁にたっぷり絡めて、いただきます。うわ、
うまっ。やっぱ外さないわ。この食べ方は。間違いないんだもん。これちょっとすだちやなんかも絞って、で、これ食べても、うまい。そしたら最後はこちら本命のホタテの漬け丼。いただきます。うめえ。お刺身で食べた時よりも甘みがすごい強く感じる。だから多分これ昆布で締めたからなのかな。昆布の風味が移ってるというよりかは甘みが増してるって感じ。この肉厚さですよ。うまっ。贅沢な飯だこれ。はい、ということで今日はこちらのホタテのフルコースときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、で、銀色のやつ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめえ。来世はホタテ工場の社長の息子になりたい。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は貝柱極太の極上ホタテを使っていろいろ作ってみましたけども、ホタテはうまいなってことが判明しました。ホタテは年中美味しい貝だと思いますので、皆さんも見かけた際はぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。美味しいよ。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。